太陽系で地球に最もよく似た惑星。金星。大きさ、質量、密度まで地球と似ているため、長い間、地球の双子と呼ばれてきました。しかし表面に足を踏み入れた瞬間、その呼び名がいかに残酷な冗談であるかを思い知ることになります。まず、金星がどのような場所なのかを見てみましょう。金星は太陽から2番目に近い惑星です。直径はおよそ 12,104km。地球よりわずか 638km 小さいだけです。質量は地球のおよそ 82%。内部構造も地球と同様に、鉄でできた核と岩石のマントルで構成されていると推定されています。外見だけ見れば、地球とほとんど区別がつきません。そのため数十年前まで、科学者たちは金星が熱帯気候の惑星だと想像していました。分厚い雲の下に、うっそうとした密林があるかもしれないと。しかし探査機が到着すると、その想像は粉々に砕けました。金星の自転は太陽系で最も独特です。ほとんどの惑星とは逆方向に自転しています。そのため金星では、太陽が西から昇って東に沈みます。自転速度も極めて遅く、1回転に地球のおよそ243日かかります。ところが太陽の周りを一周する公転周期はおよそ225日です。1日が1年より長いのです。太陽系で唯一の例です。金星で朝日が昇ってから夕日が沈むまでは、地球時間でおよそ4ヶ月です。空から見ると、金星はまばゆうほどに輝いています。太陽と月を除けば、夜空で最も明るい天体です。金星の雲は太陽光のおよそ 70% を反射します。このため明け方と夕方に強烈に輝き、明けの明星、宵の明星とも呼ばれています。しかし、この美しい雲の正体は硫酸です。ここからが本題です。人間が金星の表面に足を踏み入れたらどうなるのでしょうか。一つ目の問題は温度です。金星の表面温度はおよそ465度です。太陽にはるかに近い水星よりも高温です。水星の昼の表面温度がおよそ430度であることを考えると、金星の方が高温だという事実は衝撃的です。その理由は分厚い大気にあります。金星の大気は 96% 以上が二酸化炭素です。この分厚い二酸化炭素の層が太陽熱を閉じ込め、暴走温室効果を引き起こしています。一度温まった熱が逃げ出せないのです。昼でも夜でも、極地でも赤道でも、温度差はほとんどありません。常におよそ465度です。鉛が溶ける温度がおよそ327度ですから、金星の表面では鉛も液体の状態です。二つ目の問題は気圧です。金星の表面気圧は地球のおよそ93倍です。地球の海のおよそ900メートルの深さで受ける圧力に相当します。この極端な圧力と高温の中では、人間は生き延びることができません。これがどれほど極端なのかは、ソ連の探査機の記録がよく物語っています。1970年に金星に初めて着陸したベネラ7号は、表面からおよそ23分間がけ信号を送って停止しました。歴代最長を記録したベネラ13号は、1982年に着陸しておよそ127分を耐えました。およそ2時間。それが人類の作った最も頑丈な探査機が、金星の表面で持ちこたえた最長時間です。3つ目の問題は大気そのものです。金星を覆う分厚い雲は硫酸でできています。強い腐食性を持つ硫酸の雨が大気中でおりますが、表面に届く前に高温で蒸発してしまいます。雲の頂上付近では時速 360km に達する強風が吹いていますが、表面の風は秒速1メートル程度と穏やかです。しかし気圧が93倍であるため、この弱い風でも大気の密度が地球のおよそ50倍に達し、事実上、川の流れのように感じられます。4つ目の問題は磁場です。金星には固有の磁場がほとんどありません。地球には磁場があり、太陽からの放射線を防いでいます。しかし金星にはその磁場がほとんどないのです。磁場がほとんどないため、太陽からの影響をより直接的に受けます。このため金星の大気は、数十億年かけて太陽の影響で少しずつ失われてきました。しかし金星にも驚くべき事実が一つあります。
表面からおよそ50から 60km 上空、雲の層の間の高度では、温度と気圧が地球の表面とほぼ同じになります。温度はおよそ0度から50度の間、気圧も地球と同程度です。温度と気圧だけで見れば、火星の表面よりも人間にとってはるかに有利な環境です。NASA はこの高度に風船のように浮かぶ空中探査基地を作るアイデア、ハボックプロジェクトを研究しています。表面ではなく、さらに浮かぶ形の金星探査です。では、金星は過去もこのような姿だったのでしょうか。そうではなかった可能性があります。一部の科学者たちは、数十億年前に金星に海があった可能性を研究しています。太陽の紫外線が金星の水をゆっくりと分解し、水素は宇宙へ飛んでいき、炭素は岩石と結合し、水が失われ、二酸化炭素が蓄積されて暴走温室効果が始まったという理論です。暴走温室効果がどれほど極端な環境を生み出し得るかを示す事例でもあります。結論。金星は地球と最もよく似た大きさを持ちながら、最も極端な環境を持つ惑星です。燃えるような表面、押しつぶすような気圧、流産の雲、そして逆向きに流れる一日。人類がたどり着けるのは表面ではなく、その上に広がる雲の間の空なのかもしれません。現実より面白い想像。ずっと気になっていたこと、ありませんか？コメントで教えてください。次の動画でお答えします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。